今日はくるくるミルフィーユとんかつを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はくるくるミルフィーユとんかつを作りたいと思います。はい、ということで今回は豚肉の薄切り肉をくるくる巻いてとんかつに仕上げていきたいと思います。さらにとんかつソースも一緒に作っていきたいと思います。作り方にね、要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにミルフィーユカツの材料からご紹介します。材料はこちらです。豚ロースの薄切り肉、パン粉、薄力粉、卵、お水、塩、胡椒、そして揚げる時にサラダ油を使っていきます。ということで今回はね、こちらの材料で作っていきたいと思います。まず豚肉なんですが、今回はロースの薄切り肉を使っていきます。こちらお好みで豚バラの薄切り肉を使っていただいても OK です。それでは続いて、とんかつソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。中濃ソース、ケチャップ、お醤油、お砂糖、マヨネーズ、すりごま、白ごま。今回はこちらの材料でソースを作っていきます。まずごまなんですが、すりごまと白ごまを使っていきます。こちらはどちらか片方だけでも OK です。よりごまの香りを楽しみたい場合は2つ入れてみてください。そしてソースに関しましては、今回中濃ソースを使っていきます。お好みでこちらはウスターソース、またはとんかつソースを使って作っていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにとんかつソースから作っていきます。まず今回ね、とんかつソースにマヨネーズを加えていきます。このマヨネーズは一緒に一度に混ぜてしまうとダマになってしまいますので、まず最初にマヨネーズを入れて、そしてお醤油を少し加えます。ほんのちょっと加えてください。そしてよく混ぜます。だんだんお醤油でね、マヨネーズを溶いていくイメージですね。そうするとダマができず綺麗な仕上がりになります。また入れます。少しずつ緩めていきましょう。はい、OK です。このぐらいシャバシャバにしてください。そうしましたらここに中濃ソースを加えます。そしてよく混ぜましょう。そしてケチャップ、あとはお砂糖、そしてよく混ぜます。そしたらすりごま、そして白ごまを加えます。このね、白ごまとすりごまの量はお好みで OK です。そしたらよく混ぜましょう。はい、これでとんかつソースの完成です。では続いて衣に使うバッター液を作っていきます。このバッター液なんですけれども、こちらの薄力粉、卵、そしてお水を合わせて作っていきます。このように全部合わせていただくとパン粉がしっかりと密着してサクサクな衣に仕上がります。まずボウルに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。でよく混ざったらここにお水、そして薄力粉を加えます。これをダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、このようにダマがなくなるまでしっかり混ぜれば OK です。これでバッター液の完成です。ではこちらは使うまでこのまま置いておきます。続いてお肉です。お肉はまずね、このように1枚広げてください。続いてもう1枚は逆方向ですね。細い方が上に来るように少し重ねて、そして並べます。こんな感じ。このように交互に置いていきましょう。はい、OK です。今ね、8枚交互に並べました。そしたらここに塩コショウを振りかけます。下味をつけてください。はい。で、そしたらですね、あとはもう手前からくるくる巻いていきます。隙間ができないようにね、くるくる巻いていきましょう。はい、OK です。このようにくるくる丸めてください。それではもう一個同じように作っていきます。はい、OK です。このように丸めてください。そしたらね、表面にも少し塩コショウをまぶしましょう。はい、OK です。それでは衣をつけていきます。まずね、こちらの先ほど作ったバッター液をバットに出して、そしてお肉につけます。全体にしっかりつけたらパン粉をつけます。少しね、形をここで整えます。はい、このようにしっかりパン粉をつけてください。バッター液を使っていただくと綺麗にまんべんなくパン粉をつけることができます。ではね、もう一本も同じようにバッター液をつけます。そしてパン粉をつけましょう。は
はい、OK です。それでは今からこちらを油で揚げていきます。それでは油で揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい 5mm ぐらいの油を注ぎ入れてください。はい、そして火にかけます。火加減は中火で、このままだいたいね1分ぐらいまず油を温めてください。はい、今ね1分ぐらい中火で温めました。そしたらね一度パン粉を手に取って、そして油の中に落としてください。この時にねじわじわっと上がれば OK です。そしたらね火加減弱めの中火にします。そしてお肉をねやけどしないように入れていきましょう。このままですね転がしながら揚げていきます。こんな感じでね底の部分に揚げ色がついたらちょっと転がしてください。あんまりね転がしすぎると衣がね最初は剥がれちゃうので、揚げ色がついてからくるっとひっくり返すようにしてください。はい、揚がりました。取り出します。よいしょ。はい、 OK です。このようにいい揚げ色がつくまで揚げてください。ちょっとねちっちゃいものだと3分ぐらいで、大きいものだと5分ぐらい揚げていただくといいかなと思います。もし心配な時はね少し長めに揚げてください。ではこのまま3分ほど油を切りながら、かつ余熱でね最後仕上げていきます。はい、それでは切っていきたいと思います。食べやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。このようにね中までしっかりと火が通ってます。もしこの時に中心のところが少し赤かったら、電子レンジで30秒から40秒ほど加熱してみてください。では残りもね同じように一口サイズに切っていきます。はい、真ん中の部分もきちんと火が通ってます。では盛り付けたいと思います。はい、これでくるくるミルフィーユとんかつの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお肉はとてもジューシーで美味しそうに仕上がってます。そして衣もサクサクです。最後上に手作りソースをかけました。こちらはお好みでね和がらしなどつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうです。ではいただきます。とてもジューシーですごく美味しいです。お肉の並べ方をね交互にしてるので、ちょうど脂身の部分とお肉の肉々しい部分のバランスがすごくいいですね。今回ねシンプルにしてるんですけど、ここに大葉をね一緒に巻いていただいてもすごく美味しいと思います。衣もサクッとしてて、そしてこの手作りのソースもすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のくるくるミルフィーユとんかつのポイントです。まずお肉なんですが、今回はねロースの薄切り肉を使いました。こちらはお好みで豚バラ肉を使っていただいても OK です。そしてお肉の並べ方についてなんですけれども、今回はね上下交互に1センチほど重ねて並べました。そうすることでお肉の部分と脂身の部分のバランスが良くなってとても美味しく仕上がります。そして交互に置いていただくことで均一に巻くことができます。そして巻く時のポイントなんですけれども、少しねきつめに巻くようにしてください。そうすることで形が崩れることなく美味しく召し上がっていただけます。そして揚げる時のポイントです。今回はね少量の油で揚げました。そうすることで油の節約になるかなと思います。揚げ時間についてはですね、巻いた時の太さとかによってもね適正な揚げ時間が変わってくるかと思います。もし揚げ終わって切った時に中身がちょっと赤い場合は電子レンジで少し加熱してみてください。今回私は5分ほど揚げたんですけれども、こちらは目安にしていただけたらと思います。あと今回シンプルにね普通に塩コショウで味付けをしたんですけれども、ここに大葉を一緒にくるんだりとかしても美味しく召し上がっていただけると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はくるくるミルフィーユとんかつを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。